こんにちは、レイウトです。今回の動画ですね、WPL フルアクション化プロジェクトその後、メカ類の乗せ替えと2スピードミッションウィンチの搭載、準備したものをすべて車体に取り付けて完成の動画になります。はい、ということで、全部で5つある WPL フルアクション化プロジェクトの動画が今回で最後となります。まずですね、その1からその4でもお伝えしている通り、今回の WPL フルアクション化プロジェクトで行うカスタムは、ハンダ付けや車体の加工などの工作を含んでいます。すべての作業は自己責任で実施していただくものなので、その点ご了承ください。もしまだその1からその4をですね、見ていない方はそちらの動画の方からご覧ください。はい。では、今回の作業ですが、今までの動画で準備した、メカ類、あとは、この機器類ですね、ミッション、あとはウィンチ、このあたりをですね、シャーシに搭載して、配線を整えて完成させていきます。で、先に2点注意点をお伝えしておきたいんですけれども、まず1点目ですね。1点目は、メカを搭載するスペース。主にこのあたりなんですけれども、このスペースを確保するために、こちらのパーツですね。ここに載せるこのパーツ。このパーツの加工が必要になります。ちょっと後でやりますけど、ここにちょっとガバッと大きく穴を開けます。で、この加工なんですけれども、やり方の例はご紹介させていただくんですけれども、もちろんこれも自己責任で行っていただく工作になりますので、あらかじめご了承ください。で、2点目なんですけれども、ライトですね。ライトの点灯をさせたい場合は、またこれもですね、別途工作が必要になります。いわゆる電飾と言われるような工作になるんですけれども、今回の動画の中でですね、その LED の電飾、これの解説までやるとかなり長くなってしまうので、今回はやりません。で、その LED の電飾の、基本的なやり方っていうところで、おそらくこの車体使うと思うんですけども、この車体に LED のヘッドライトをつけるっていうぐらいは、また別の動画で解説はさせていただきたいと思うんですけども、今回、このカスタム一通りやる中で、ヘッドライトの方はですね、ご自身で電飾をしない限りは、つかなくなってしまうというのをあらかじめご了承くださいと。一応その理由なんですけれども、もともとですね、外してしまってますけれども、最初からついていたノーマルの基板ですね。あの基板に LED のコネクターが刺さってましたよね。で、その基板がそもそもなくなってしまって、今回メカを乗せ替えてますので、今度はどこから LED の電源を取るかっていうと、この受信機からになるんですよ。で、それをやるやり方なんですが、ここからですね、ちょっと配線を分岐させて電源を取る。で、その電源がですね、元々の基板は 3V 程度なんですけども、この受信機、こっちに変わると、一般的な 5V から 6V ぐらいの電源がこう取れてる状態っていう風になるので、それに合わせてまた LED の抵抗値を変えたりとかっていうのが必要になりますので、ちょっとそれはまた別の動画で解説をさせていただきます。はい。では、今回の作業ですね、進めていきたいと思います。まずは、ちょっと大きいところからで、このミッション載せるところからいきたいと思うんですけれども、まずですね、このコネクター類、ちょっと作業しやすくするために、一旦全部外してしまいます。はい、このコネクター類を受信機からですね、すべて外していただいて、で、このモーターの線もですね、コネクターの部分外しておきます。そうすると、ミッションが単体になったと思いますので、これをですね、載せていきます。この乗せ方自体はそんなに難しくなくて、もうこのモーターを進行方向の前側ですね。この向きでここに取り付けていただくんですけど、この穴ですね。穴の位置を見ていただいてもわかると思います。この横の3つ、シャーシ側に穴が開いていて、それと同じような幅で、ミッションのギアボックス側にも穴が開いていると思いますので、これを見ながら位置を合わせて、あとはネジ止めですね。ここで使うネジはもともとノーマルのギアボックスを止めていたネジをそのまま同じものを使っていただいて大丈夫です。で、この搭載なんですが、丁寧にやるなら4箇所止めるんですけど、まず今、仮でネジを入れてますけど、ここですね。ここの2箇所と、ここの2箇所。合計4箇所。ここをですね、一度にきつく締めるのではなくて、まず4箇所とも仮止めにしておくのがいいと思います。はい、4箇所ですね、仮止めしました。こんな感じでちょっとカタカタ動くぐらいの緩さですね。これで4箇所ネジを入れた状態で
ここからちょっと細かい話なんですけど、ちょっとここガタがあるんで、あくまで僕の場合はって感じですけど、ギアボックスなるべく高めに配置したいなっていうのがあるので、ちょっとお腹をなるべくすらないようにしたいっていう。もうちょっと誤差レベルかもしれないですけど、この時点でちょっと上に、こう、下じゃなくて上に、このガタのある範囲の中で上にちょっとこう寄せながら締めるようにしてます。はい、これで4箇所ネジを止めてミッションを載せることができました。はい、続いてですね、この受信機、あとは ESC、これをですね、この辺りに搭載したいんですけど、スペースがないので、これがあるじゃないですか。これがあって、ここにスペースがないので、もうここをですね、乗せやすくする、作業しやすくするっていう目的で、ガバッと開口してしまいたいと思います。で、この辺りの判断はもちろん自己責任でやっていただく部分になりますので、なんとか収めてみせるという方はですね、ちょっと正直難しいとは思うんですけれども、ここを開口せずになんとかこう収めるっていう方法も、チャレンジしてみてもいいのかなと思います。で、この開口する部分なんですけど、ちょっと今白いマジックないかなと思って探したけどなかったんで、ちょっとこのシルバーでやってみるんですけど、一応この動画的にはどの辺を切るといいのかなっていうのを参考にしていただくために、その説明のためにこれでちょっとマーキングしたいと思います。ご自身でやられるときは別にこのマーキングはしなくても大丈夫だと思うんですけど、今回はですね、まずここら辺ですね。ここら辺をガーッと切って、で、この側面をそのままこう回っていくような感じですね。で、ここはこんな感じでいきたいと思います。で、こっちもこの上でもいいと思うんですけど、どうせなら横で切ってしまった方がより広く開きますし、あとは高さをですね稼ぐことができますので、この辺りで切って、でちょっと避けたいところなんですけど、逆にここですね、ここネジ穴があるんで、これは残したいです。ここも一緒ですね。ここもネジ穴があるので、ここは残したいです。っていうので、ここはこの辺りを通って、こんな感じですね。こんな感じで、ぐるっと一周切っていって、で、この中をくり抜いてガバッと開口するという風に工作をしていきたいと思います。で、今回はですね、この工作にこのミニルーターを使ってやってしまうんですけれども、もちろんお持ちでない方もいらっしゃると思いますので、そこはですね、お手持ちの工具をちょっと駆使してなんとか開口していただければと思うんですが、他のやり方としては、例えばバイス、ドリルですね。ドリルをお持ちの方はここにいっぱい、ここに沿って穴を開けていって、でそれをこうニッパーでつなげて、一回取っちゃって、で、後で整えるっていうやり方もあるかなと。それ以外で言うと、本当にいろいろやり方はあると思うので、ちょっとご自身でですね、工夫して、なんとか開口していただければと思います。はい、というわけで、こんな感じですね。ここをガバッと切って、取り除いて開口して、ちょっと若干ざっくりですけど、削ってですね、ちょっと綺麗にしたっていう感じです。もちろんこういう工作ですね、綺麗にやりたいなという方は、結構こだわってやりたい方は、もちろんこう綺麗に、もっとですね、丁寧に仕上げて処理をしていただいてもいいんじゃないかなと思います。今回はもうこれで進めてしまいたいと思います。ここにですね、穴を開けたことによって、これを通常通りこう取り付けても、ここですね、ここがこんな感じで思いっきり開いているので、ここにですね、
ESC ですね。これをこんな感じで取り付けて、で、受信機もここに収めてもいいんですけど、今回は、ここがですね、空いてるんですよ。ここのスペース。ここにちょうど収まる感じなんで、今回はここに収めていきたいと思います。で、バッテリーはここに入れるっていうイメージですね。ですので、何はともあれ、まずこれをつけるのがいいかなと思います。スイッチですね。で、このスイッチが、前回の動画でも説明した通り、この3つある端子のうち何もついていない端子、ここにスイッチが来てる、こちら側にスイッチが来てる状態がオフという状態になりますので、今これがオフの状態ですね。このオフの状態に合わせて、この下足がですね、オンオフの表記が一応ありますので、これにですね、合わせて取り付けていただければいいと思います。はい、ここでちょっと位置を合わせて見ていきたいので、ここでこれをこう通して、ESC ですね、ESC を通して、ついでにこのモーターの線も通しておいて、もうこれもいっちゃいましょうか。これをですね、ここの下を通して、で、こっちから出て戻ってこようとすると、ちょっときついんですよね。いけるかな？ここから出すと。ここですね。あ、すいません。いけそうですね。今回ここで行きましょうか。もし取り回し厳しいようだったら、こっちに穴開けちゃおうかなと。ここですね。ここに穴を開けて、このミッション用のサーボ、これのコネクターをここから通してしまおうかなと思ったんですが、こっちからでもいけそうなんで、もともとここに穴開いてるじゃないですか。この穴から通して、なんとかつなげたいなと思います。で、さらに、このステアリングサーボ用、これですね。このステアリングサーボ用の配線、これもここから一応すでに通しておこうと思います。もしかしたらまたちょっと外すかもしれないですけど。で、これですね。あとウィンチの配線。これもですね、もうとにかくここから通しておこうかなと。これで、今、全部来てますよね。で、あとは、モーターの配線。この赤い JST コネクタですね。これも今来てますので、これで一旦、このデッキですね。このパーツ、このパーツを固定してみたいと思います。はい。で、さっき言ってた ESC の固定ですね。を、ちょっとこの時点でしてみようかなと思います。ちょっと両面テープの食いつきを良くするために、このサーボの上面と、この ESC の底面ですね。を、パーツクリーナーで拭いておきます。で、両面テープですね。両面テープも、なるべく強力なやつを使っていただくのがいいと思います。大きさは適当で大丈夫なんで、こんな感じで適当なサイズに切っていただいて、ここですね。このさっき拭いた ESC の底面、ここに両面テープを貼っていきます。で、今回は、そうですね。こんな感じで、の中央付近に、ちょっとこっち側に配線があるので、ちょっとこっちに寄せましたけど、こんな感じで取り付けてみたいと思います。で、この時点で、ちょっとまだ受信機これから載せるんですけど、このモーターの配線はもうつなげられると思うので、つないでおきましょうか。これはもうちょっとこう隠しておいていいんじゃないかな。あ、すいません。こっち側にちょっと ESC の配線が漏れてましたね。これは、なんとか今からでも戻せると思うので、ちょっとこれ戻しました。これで今全部上にここからですね、開口したところから出てきてると思うので、そうですね、それぞれコネクターが全部で4つですかね、4つ来てますので、
これを今度受信機につなげて収めていきたいと思います。はい。じゃあ、ここからそれぞれですね、順番につけていきたいと思うんですけれども、まず1番。1番に、これがステアリングサーボから来てるコネクターになりますので、これを挿していきます。で、前回の動画でもご説明させていただいたと思うんですが、この配色、コードの3色ですね。この配色の場合は、茶色がマイナスになりますので、この受信機のケースの刻印のマイナスを確認しながら、さらに1番のところにつけていくと。なので、画面に向かって茶色いコードが右側になるようにしながら1番に挿すと。で、次は2番に ESC を挿していきます。ESC はこれですね。このコネクタを、で、この配色のコードの場合は黒がマイナスになりますので、黒を画面に向かって右側。で、2番。ここに挿していきます。で、次に、ちょっとこれが短めで大変なんですけど、ミッションですね。ミッションのサーボを、この3番ですね。3番に挿していきます。もちろん、茶色が右側ですね。で、最後に、このウィンチのコネクタですね。ウィンチのコネクタを4番に挿していきます。はい。これでもう人それぞれのやり方で全然いいと思うんですが、僕の場合は受信機を1回両面テープで固定してしまいます。ここも ESC と同じくですね、両面テープの食いつきを良くするためにパーツクリーナーで一応ですね、拭いておきます。で、これを貼って、両面テープを貼って、今回はこの向きでいきましょうかね。こんな感じで両面テープで固定してみました。で、ここからはですね、こういうものがあると便利です。結束バンド。タイラップとか言いますよね。タイラップとか結束バンドって言うと思うんですけども、これですね。これを使ってまとめていきます。で、ある程度まとめてから、これで結束していくんですけれども、この時に、あまりにも強く締めてしまうと、コードが中で断線してしまったりするので、あんまり強く締める必要はないですね。軽くでいいです。こう、ギューッとやりたくなっちゃうと思うんですけど、あまりギューッと押さえずに、結構軽くふわっと止めるぐらいでいいんじゃないかなと思います。で、もちろんこの余ったところは切りますね。はい、こんな感じになりました。これもですね、時間をかけるともっと綺麗にできると思うので、こだわって綺麗にまとめたいなという方は、もっと綺麗にまとめていただいてもいいのかなと思います。あとこれもやり方の一つなんですけど、こういうところ、例えばここですよね、こことかに2ミリとか 2.5 ミリぐらい、多分2.5 ぐらいがかな。2.5 ミリぐらい、3ミリぐらいでもいいかもしれないです。の穴をピュッと開けて、で、そこの穴を通しつつ、このタイラップでガシッと止めちゃうっていうのも結構まとめやすいと思います。で、あと、残ってるのがこのアンテナ線ですよね。このアンテナ線も人それぞれ考え方だったり何を重視するかっていうのもあると思いますので、理想はなるべく遠くまで電波が届くっていうことだと思いますので、他のこういうリード線ですね、と一緒にまとめるのは、なるべくなら避けた方がいいと言われてます。なので、今回の場合は理想的な場所としては、なんかこんな感じだと思います。他のやつを避けて、他のこういう電子機器も避けて、で、この辺りですね。この辺りにこう止めとくみたいのがいいと思うんですけど、そうするとちょっとバッテリーの搭載の邪魔になっちゃうんで、そのあたりはですね、こうどうするかっていうのはまた、人それぞれ工夫していただければいいと思うんですけど、今回はどうでしょう。バッテリー避けて、ちょうどよく収まるってなると、多分この辺だと思うので、こんな感じですね。で、後でこう散らからないように、ここはちょっとさっきこっちの止め方で説明したような感じで、ここに穴を開けてですね、タイラップで止めてしまいたいと思います。はい、今、ここですね。2.5 ミリの穴をドリルで開けてきました。で、ここに、この結束バンドを通して、で、
こうちょっと丸を作っといて、で、ここにこれを通します。アンテナを通して、今回はこんな感じですね。ここ一応止めておきました。これで、よっぽどのことがない限りは、ここから、こう、変なところに行ってしまうってことはないと思いますので、今回はこれでいきたいと思います。で、かなり後回しになっちゃったんですけど、忘れずに、このプロペラシャフトですね。プロペラシャフトも戻しておきます。で、これ今ちょっとつけようとしたらちょうどつけづらい位置だったんで説明しておきます。この D カットって言って、芋ネジをこう打ち込みますよね。打ち込みたい平らな面がありますよね。ここが向こう側向いちゃってると、ちょっと取り付けがしづらいと思うので、そういう時は、このシャフトをペンチで軽くでいいんで軽く掴んでこう回してあげます。そうすると、D カットされた面が今上に来たと思うんですけど、これで取り付けていきます。はい、これでプロペラシャフトの取り付けも完了です。で、ここからですね、もうタイヤをつけて、ボディをつけてってなるんですけど、一応この時点で動作確認ですね、タイヤをつけていない状態の方がやりやすいので、ちょっと動作確認をしておきたいと思います。じゃあ一応スイッチがオフっていうのを確認して、で、走行用バッテリーですね、つなげていただいて、で、プロポをオン、車体をオンと。はい、ステアリングが OK で、スロットルですね。スロットルを入れたら、はい、逆転してますね。今、これですね。でもこの逆転してたのがちょうど良かったですね。この設定の説明ができるので、これ逆転してた場合は、こういう汎用プロポ、今回の場合はターボレーシングのこのプロポですけど、ほとんどのこういうプロポはですね、逆転の設定ができますので、それをしていきたいと思います。今これですね、前進するためにスロットルを握ると、ちょっとわかりますかね？バックしてるんですよ、これ。バックしてるんで、これを直していきたいと思います。で、やり方なんですけど、この左上のセレクトボタン、これを押していって、メニューがこういっぱい出てきますよね。で、ちょっと最初の画面にまた戻しますね。最初の画面から、1回目ですね。1回目のこの REV、リバースですね。このリバースで、こう、今これステアリングですけど、オンオフがあるんで、これでですね、切り替えをするんですけど、この真ん中のボタン、このリバースのところで、真ん中のチャンネルのボタン、CH ってやつですね。これを押すと、リバーススロットルっていうのが出てくるんですよ。TH ですね。リバースのスロットル。すいません。また画面戻っちゃったんですけど、これ、しばらく操作しないと、設定画面から自動的にホーム画面に戻ってしまう仕様になっているんで、ちょっとすいません。戻っちゃうんですけど、もう一回いきますね。セレクトを一回押す。で、リバース設定の画面で、チャンネルボタンを押して、1個進んで、スロットル。で、ここでリバースをオンにします。そうすると、もう、この時点でですね、さっきと同じ操作しても回転方向が逆になったんですよ。これで、ちゃんとですね、スロットルを握ったら前に進むっていう風になりました。で、続いてシフトチェンジですね。シフトチェンジは、1個前の動画でもやった通りですね。このチャンネル3、左下のボタンですね。これに割り当てをしてありますので、これを押すたびに、ここですね。これで、今、押すたびに、シフトチェンジがされてると。で、一応、実際走行しているっていうのを見立てて、スロットルを軽くでいいんで握りながら、こんな感じですね。しっかりシフトチェンジはできているようなので問題ないと思います。ちなみにですね、このミッションなんですけれども、実車でいうところのシンクロ機能みたいのはついてないので、特にこの停車中に
シフトチェンジをしても、たまに入らない時があるんですよ。その場合は、ちょっと動かしてあげると、入ります。まあ、これは実際走行してる時に、そんなに問題にはならないと思いますけど、シフトチェンジ停車しながらしたとしても、走行し始めたらすぐギアは入りますので、一応、そういうもんだなっていうので知っておいていただくといいのかなと思います。で、最後に動作確認。ウィンチですね。ウィンチもやっておきたいと思います。ウィンチは、これも1個前の動画でやった通りで、今回の場合は、このスイッチですね。このスイッチをこう持っているときに手前側にすると、これが短くなっていくっていうような感じにしたんで、今は伸ばしたいので、向こう側にスイッチを移動させると。そうすると、今、ベローっと出てきましたね。で、短くするときは、逆に操作すると。で、これも前の動画で言いましたけれども、このままスイッチを切り忘れると、最悪、ウィンチが壊れちゃうんで、物理的にここからもう引き込むことができない状態で、さらにこれをずっとモーターを動かしたままにしてしまうと当然壊れてしまいますので、そこは十分注意しながら自己責任ですね、運用していただく、使っていただくというふうにしてください。はい。では、これで動作確認取れましたので、またですね、スイッチ切って、バッテリーも抜いて、プロポもですね、スイッチを切っていただいて、一応タイヤをつけてボディをつけるっていうところまでやっておきたいと思います。もうタイヤの取り付けは特に何も問題ないと思いますので、ビスだけ間違えないようにしてください。これたまにいらっしゃるんで、このビスですね。メタルアップグレードパーツセットを使ってるのに、タッピングビスって言って、粗い方のネジでうっかりつけてしまうと、このネジ穴の山を壊してしまうので、そこは注意してくださいっていうぐらいですね。はい、まずタイヤですね。タイヤを取り付けました。で、ボディもつけていきたいと思います。はい、では今回、完成したこのシャーシに、このボディですね、つけていきたいと思うんですが、これ、上をですね、こう、取っちゃってあるだけで、C34 のボディになりますので、特にノーマルと変わらない状態のボディです。もちろん、取り付け方は、外した時と逆の手順ですね。逆の手順で取り付けていきます。で、この時に、当然、このコード関係ですね。特にコード関係が変なところに引っかかってしまったりとか、挟み込んでしまっていないかっていうのは確認しながら取り付けを行ってください。で、一通りネジですね。3箇所ですね。取り付けて、はい、こんな感じで、特に問題なく取り付けができましたね。大丈夫ですね。で、事前にご説明させていただいた通りで、今回ですね、ちょっとライトはこの時点でつかないです。当然、ノーマルの ESC からメカ類一式ですね、交換してしまっているので、ライトの電源を取る場所がそもそも ESC からはなくなっていると。で、さらにですね、これ、受信機から、もちろんご存知の方多いと思うんですが、受信機から電源を取って LED を光らせることはできます。できるんですが、元々のノーマルの LED をそのまま流用っていうのはできないんですね。っていうのも、元々のノーマルの ESC から取れる LED 用の電源っていうのが 3V なんですけど、この受信機から取れる電源っていうのが、だいたい 5V から 6V 程度になっているというのがありますので、それに合わせて LED に取り付ける抵抗を変えて、あとは配線とコネクタを変えてっていう作業。さらにですね、この受信機今4チャンネル全部使ってるんで、コネクタが全部埋まっちゃってるんですよ。ということは、いずれかのコネクタからですね、電源を分岐して、取り出すっていうことも必要になるので、実はちょっとその作業だけでもですね、動画でご紹介させていただくと、かなり長くなってしまうっていうのがありますので、今回は、省略させていただきます。なので、ちょっと残念なんですけど、ライトはつかないままと。で、もちろん、受信機から電源を取り出して LED を光らせる、ヘッドライトを光らせるっていうのは別の動画で改めてですね、詳しくご紹介はさせていただこうと思っています。で、一応動作確認的にも、ステアリングも動きますし、スロットルもですね、スロットルも問題なく動いてます。で、ウィンチですね。ウィンチも、こんな感じで問題なく動いてます。で、これ、伸ばした後のしまう時なんですが、これをですね、そのまま緩い状態で、こう、短くしていくんじゃなくて、ちょっと指で引っ張ってあげながら、
テンションをかけながらですね、戻してあげると綺麗に巻き取れます。はい。では、今回の WPL フルアクション化プロジェクトという形で、全部でですね、5回の動画でご紹介させていただいたんですが、実際にこれ作業しながら見ていただいてた方ですね、かなり大変だったと思います。お疲れ様でした。で、このフルアクション化プロジェクトの動画は以上になるんですけれども、引き続きですね、この実際にウィンチを搭載して、2スピードミッションを搭載してっていう状態になったこのマシンをですね、走らせる様子っていうのも、引き続き動画でご紹介させていただければと思ってますので、よければですね、また見ていただければと思います。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。